チェンバーボーン。アップデート7。資材不足に悩まされるもやっとのことで無限動力を手に入れた我らがビーバー。そして豪邸も完成し裕福な暮らしも手に入れた、さらなる繁栄を目指し開発を始めるぞ。まずは動力を忘れてたやる気でルトリウムのシャフトを接続。工場から動力拝借。ついでで高架管路さらに上にシャフト工事もやりましょ。土台のある管路の上にシャフトか、これ管路の中から上に工事できるから、足場いらないし簡単に作れていいな。やる気でルトリウム、動力繋がったけど横からだと見にくいな。そんなあなたに朗報。ついに開発版から正式にアップデート7になったのでモッドが解禁。久しぶりのビーバー1認証してんだ。舞台の上では培養ポットに後ろから木が生えて、ビーバーたちがトンカントンカン。そして下からニョキニョキ家が生えてきた。これは今までの奇跡か。ここはビーバーの教育施設、みんなに労働の良さを伝えるのです。働け、もっと働け。お前、暇そうやなあ。わざわざ一人称で目の前まで来てパワハラすな。この子マリサのアヘ顔のスタンプしてる。これは頭が残念になる病気。医療室に急いで連れてかねば。アンコートエクセプショングード。はあへー。おー。開発版から無理やり移行したから少しバグったかな？意図かなし。てなわけでセーブしてなかったところを泣きながら作り直した。多少見た目が変わってしまいましたが、内容は変わっておりませんのでご容赦くださいませ。多分これで前と同じになったかな？数分前に自分がやったことすら再現できない。これが悲しいビーバー脳だ。トンテンカントン。トンテンカントン。お仕事終わって余暇を楽しむビーバー。明日もやる気出して頑張ってくれ。深夜に空中デートするビーバー。屋上の風洞も使ってくれてるようで何よりだぜ。てなわけで充実した環境を用意してあげたんだから、少しぐらい食料生産ミスっても許されるよね？いやいやダメだろ。普通に食料なくなりそうじゃねえか。こりゃいかんということで慌ててさらに農地拡張。前回作ったところは植え終わってるが育つ前に食料がつきそうだ。こうなったら水耕栽培園も縦に増築だ階段が設置できねえ。自分の無計画設計で逆ギレするビーバー脳。綺麗に作り直しましょ。こんな感じの4階建てに、したかったけど階段が無理で3階建て。ほんと学習しねえやつだな。でも一応施設は倍になったからよし。無限動力のおかげでエンジン停止してるのでこれを撤去。で面倒で増築してなかった搾油機を設置。お前がめんどくさがって放置してたから食品工場の効率めっちゃ悪くなってたぞ。さあ1000円。そしてこういう時に限ってうっかりミスで、水だばー。おいおい作物の成長が止まる。急いでなんとかしろ。原因は排水用の水門をケチって、一番上まで上げたことだった模様。一滴も捨てたくない気持ちはわからなくもないが、溢れさせちゃ元も子もないぜ。ここの利水ダメダメだからそのうちテこ入れせねば。だな。やばい食料倉庫が空になりそうだ。急遽ここも農場に開拓するぞー。もうすぐ握手を狂ってよ。ビーバーたちよガリッガリになりたくなければ大地を耕すのだー。無限動力で奴隷棒業務が減ったと思ったら、今度は濃度扱いでかわいそうなビーバー。キリキリ働けー。腹ペコなのにごめんな。ここには不人気食品ベリーを植えます。ベリーなくなると繁殖ポットも停滞するから注意が必要だ。からの倉庫にビビり端っこ菜園建設しました。マルタお嬢様の家庭菜園。腹が減っても奴隷棒は回し続けろー。豪邸に住まうビーバーたちの闇。回さないと食料あげないよ。こらこら。少しでも生産量を上げようと、食料工場の優先的に運搬にチェック。とはいえ原料がねえんだわ。とりあえずトウモロコシのレーションがあれば上はしのげるはず。トウモロコシを増産するぞー。採掘機を撤去してここを使うのか、穴に水が溜まってるからここは枯れにくくていいぜ。植林してた木も一部撤去して農場建設。増えたビーバーを養うのも結構大変だぜ。大きな倉庫も隣にがっつり建てて、飢饉に耐えれるよう今後はしっかり備えましょ。こういうのも少しずつ整備しないとだな。作物が育つのを見守りつつ暇だったので、ただ余りの科学ポイントを使って全ての施設をアンローク。ナンバークランチャーさんが貯めたポイントのおかげで、ビーバーの技術の極み、ワンダーを解放してもまだ余ってるぜ。まあワンダーは最終回のお楽しみかな？まだまだ先の話だな。食糧難の原因の一つは川が乾いたからなので、川の水位を湖に合わせよう。と思ったけどめんどいからやめた様子。問題棚上げ。貯水湖前に水門を設けてごまかした。でも開け閉め面倒くさがって絶対使わないやつ。湖畔の甘露を眺めて作物の収穫を待つ日々。なごむ。
見た目が気に入らず夜中にこっそり修正工事。夜中にやるなよミニキーだろ。ガタガタしてると中でビーバーがシェイクされちゃう。こんな感じになりそうろついでで新駅も追加されました。そして食糧難が解決せぬままアクシオ19日が襲来。上でお亡くなりのビーバーはまだいないがギリッギリだ。そういえば採掘機撤去してそのままだったのを思い出し、左遷現場に再建設。ちょうど土砂の倉庫前で使い勝手良さそうだ。新駅の近くだしここを通路で繋ごう。建設ビーバーたちが土砂運ぶときいい感じの近道になりそうだ。お腹減ってて辛いだろうけど建設よろしく。しかし食料事情が全然解決せん。では土砂使って少し実験をしましょ。アプデのおかげで土砂を3マスせり出して建設できるようになった。1マスしか地面に接してないけど上にしっかり土が漏れてるぜ。でそれを応用したのがこちら。ここに水を溜めれば簡単に緑地化できないかな？地面から浮いてるように見えて1マス支えてる状態のため池。これはどうなるか興味あるな。3D 地形はコメント欄で盛り上がってたんだけどこういう巨大バットレスダムみたいな構造も作れそう。新機能でまだ使いこなせてないが、これはいろんな使い方ができそうだ。てなわけでここを立体農園建設予定地とする。実験結果がまだなのに工事を始めるせっかちなレイムさん。いのちの水。マジか？これかなり強いやつだ。5マスの突出部を使い測量した結果、中央から横方向へ15マスくらい緑地化できる模様。液体放水の手間はかかるが、これはかなりの広範囲が緑地化できるぜ。やったー、天まで届け立体農場。ガリッガリのビーバーたちを救う救世主となるのだ。豪邸とかぶって映えないんじゃーい。ことあるごとに叫ぶ、元気があってよろしい。で測量して映えそうな土地を選出した結果、こちらの植林場の上が立体農場建設予定地となりました。湖畔環状線直通で通勤も楽そうだ。私の丸太が、作業の邪魔なので丸太お嬢様の丸太が撤去された。私、立体農場でセレブに返り咲いてみせますわ。さっき試してた基礎を使って空中農園だな。そして工事してて気づく、これ真ん中部分が3マスに入らないなと。算数レベルでも間違える、所詮ビーバー脳であった。横5マスだとやっぱり真ん中が空いちゃう感じか。こりゃ柱の本数を増やさんと隙間ができちまうな。ちょい色々試してみましょ。とやった結果がこれである。なんかキモいのできてる？ 3 マス幅の柱をずらして立てれば、柱の範囲内は好きにフロアを増やせる設計。でもこれ柱が多すぎて農場作りにくい。なんかこれじゃない感があるぜ。面倒どせー、立体農場なら突出部で作ればよかろう。結局そうなんのかよ。突出部の取っかかりの部分だけ飛び出した地形ブロックで作ればいい感じに作れそうな気がする。トリマ設計してみるか。てなわけで突出部で土台を作って、やーっと土を盛ります。作物を育てるには土が必須。で上の階層を作るときも同じ要領で土の取っかかりに突出部で土台建設。こりゃ丸太と板がアホほど必要になるな。壁を削って光を取り入れる土砂節約。肉抜きミニ四駆。その例え今の若い子にはわからなそう。へへ。よっしゃー、柱が少なく開口部も広い、いい感じの農場の設計ができたぞー。紆余曲折あったがいいものが作れそうだ。設計段階なので灰色で見にくいけど、屋上に液体放水場も建設と。実験通りこれで緑地化してくれるかな？さあ皆の者、作業に取り掛かれー。建設方法は頭悪そうな突出部管路連打工法が採用された。頭悪そう言うな。すまん。そして早々にはまるビーバー。所詮ビーバー脳であったか。気持ちはわからんでもないが無言で連打すな。身を寄せ合い救助を待つビーバー。重なってるじゃねえか、身を寄せ合いすぎだ。泥風呂。生き埋め寸前だ、さっさと助けろ。作業効率アップのため裏側にも階段を建設。この駅からも工事できるな。5日ほど経過し足場ができてきて、管路がキラキラ光っております。でも突出部で物資使うし進捗はあまり良くない。暇だったのでクレーター貯水湖の水源をプチ回収。水路からの注水のおかげで溢れる寸前まで貯水できてるぜ。私の丸太が、1000本ほどあった丸太が数日で消えた。そしてお気づきだろうか、工事開始と同時くらいで食料難が去っていることに。でけえ農場建てる意味がねえ。まあビーバー増えたら食料必要だし、多い分には問題なし。夜中にこっそり建設作業員増員。
背面の工事が遅いと確認したら、土砂ブロックの矢印の向きがダメだったことに気づくのず。直せ。めんどい。おい。今度は鉄の在庫がなくなりました。資材を取り寄せにして効率アップを図るも、在庫がないんじゃ話にならん。いのちの水。貯水をたっぷり残した状態で空気だったアクシオ19日が終了。そういえばモッドのおかげでカメラの画角が広くなって街全体が映せるようになりました。水の流れとかの説明もこれならわかりやすくできそうだ。そして立体農場の進捗はこんな感じでござ候。建設開始から12日ほど経過したがまだ半分も終わってなさそうだ。鉄次第だけど次のサイクルまでにはお披露目を。ってこらお前気が早いぞ。まだ緑地化できてないからそこいても作業できんぞ。建設作業員になってここの建設を手伝いなさい。そして実験で緑地化したところをこっそり植林してたらまたアクシを警告。なんかアクシを連続してるな。まあ貯水マックスなんで30日でも楽勝です。背面から少し漏れておる。爆薬の在庫置き場がいっぱいで、仕方なく場所確保のため細かく回収してたらアクシを22日が到来。お久しぶりの20日超え。水だばー。溢れ出る余裕。さら爆薬を共にした回し車よ。爆薬倉庫に生まれ変わるのだ。あ、横に空いてる倉庫あったからここに爆薬入れよっと。思い出の回し車壊した意味がねえ。鉄の生産町で暇だったので、食料倉庫豪邸の横に建設。ビーバー工場社員食堂。派遣の子は料金2倍です。嫌な人間社会のルールを持ち込むな。しかし鉄がないと暇ビーバーが溢れてしまう。ボット工場予定地ここを食品工場予定地として整地をしよう。さいですか。やったー、爆薬在庫一掃セールだー。ものすごい勢いでビーバーたちが爆薬を設置しております。はっぱー。ズドンと響く良い爆破。あ、爆破ミス。ドンマイ。葉っぱ師としてなんたる失態、お名返上のチャンスをくだされー。葉っぱ師なるものにそもそも名誉があるのかが謎だ。そんな一気に爆破するための下地作りでまずは高さを揃える爆破。事故を起こさないように深夜の爆破。高さを揃えてトリプルダイナマイトを。今度は爆破漏れなさそうだな。土地確保のため元汚水が流れてた川だった部分もちょい埋め立て。初期にせき止めたところか、懐かしいな。さあ我が精鋭たちよ、爆薬を設置するのだー。ビーバーズラー。若干下のアングルからの素敵な葉っぱー。自分で素敵言うな、そしてまた一個ミスってんぞ。舌打ちすんな。そして整地が終わってふと思う、この部分ビーバーらしくダム作りたいなーと。そんなことよりはよ農場を完成させとりあえず道だけ敷いて余裕ができたらダム作りましょ。貯水はあるんだからダムはいらんだろ。作りたい衝動が優先です。おい。てか農場まだ完成しないのか、と思ったらこの矢印の方向。飛び出してる部分を先に作る指示出しとる。そりゃさすがに無理だろ。うわこれはどうにもならん。超絶面倒だけどこれは設計し直さねばなるまい。皆様も方向に気をつけて設計しましょう。食料も水も在庫たっぷり、ビーバーマシマシだー。労働者が足りないわけでもないのに好きあらばビーバーを増やすスタイル。意味はないけど壁に穴を開けて風通しを良くしてるのず。おい。そういえばこちらの足場、説明忘れてましたが削除可能です。シフトデリートがおすすめだぜ。よくわからんけど工事してくれないので削除して再度指示。あとそこだけか、それなら干ばつ明けにお披露目会ができそうだ。そして完成間際で気づく、土砂が繋がるのならこの突出粒半分いらないなと。気づくの、おせー。なんてこった。泣きながらすべてのフロアの突出部を半分撤去した。大量消費した資材の半分くらいが瓦礫になった。新型タワー農場お披露目会が瓦礫だらけなのは許されない。全員で片付けすっぞー。出荷量が半端ない。これ全部倉庫に入るのか？わからん。丸太は持ったかー。ビーバーズラー。お披露目会まであと6日、ちゃっちゃか運べー。倉庫の方はまだ空きがあるけどどうなるかな？鉄なんかはもともと倉庫少ないから厳しいと思うぞ。朝日が出たぞ。今日の清掃業務の開始だー。朝一で瓦礫に群がるうじゃうじゃビーバー。重なるほどのビーバー密度。足場壊すといたせんか。これはもう倉庫入りきらんぞ。なんとかして片付けたい。仕方ない丸太お嬢様である私の蔵を解放しましょ。丸太置き場に板入れてるだけである。っていうか倉庫ギッチギチになってるし、何かで大量消費して倉庫開けた方が楽かも。そんな都合のいい大規模工事なんてそうそう。
ありました。無限動力の拡張工事か。入りきらない資材はここで消費しちゃいましょ。一石二鳥だ。ここに優先的に運んで下にぶん投げて工事してください。これで農場が片付くぜ。それでは液体放水場を、試験稼働だー。放水担当の増米、任せたぞ。いのー、ちーのー、のー。おいなんか一番上がちょっとだけしか緑地化してないんだが。なんで？下のフロアも水来てねえな。実験場では成功したのに、なぜだ。よく見るとため池の部分サイズが小さいぞ。ああ設計するとき色が見にくくて見誤ったか。増米、このビーバー界の面汚しが、この失態の責任はお前が取るのだ。懲戒免職だ。日齢2歳の新人にミスをなすりつけんなこの下道が。しかし下のフロアが緑地化してない原因は何だろ？奥の土の柱の部分は少し緑地化してんな。突出部は鉄だから水が浸透しないのか。こりゃがっつり設計問題ありだ。とりあえず上のため池部分を拡張して修正。悪死を明けまであと1日、お披露目会は延期決定だな。やべ1マス爆破のつもりが2マスやっちまった。霊夢さんかなりパニクっております。液体放水場、再稼働オン。失敗をなすりつけられた増米は転職し、藤井が放水作業を行った。よし緑地化成功、してない？手前の部分まで水が染みてないな。ここで画期的なひらめき、水が染みないなら専用の柱を立てればいいじゃない。開口部の柱は目立つけど仕方ないか。握手終わっちゃった。いのー、ちーのー、水。こうして新しいサイクル前に完成させたかったが、ギリ間に合わなかった。ご覧ください、22日の握手を乗り越えたのに、まだまだ余裕のある自慢のクレーター貯水槽を。潤沢な貯水が我が町の誇り。そして握手を明け翌日、最後の柱の工事が完了。大手前の部分も緑地化成功だ。立体農場、完成だと言いつつ、少し緑地化してないことを私は知っている。作物育てるのに影響なけりゃいいんだ。言わなきゃバレないよ。いつも通りの適当だな。じゃ新タワー農場ができたところで長くなっちゃったのでまとめはなしで今回はここまで。農園建設をつっと思っていただけたら、高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。元気の源です。なんとかガリッガリのビーバーを出さず食糧難を突破。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。